フォークタワー魔の塔ノーマルのボス解説です。1ボス2ヘッドエイビスから早速参りましょう。ボスは2箇所攻撃するところがあります。決戦、自分とボスの頭どっちかと線がつきます。線がついた方にしかダメージを与えられなくなるので、以降線がついた方を殴りましょう。ポイズンブレス、青頭からフィールド中央に線がつきます。線がついたところから巨大円範囲が来ます。四隅に退避しましょう。ストームブレス、緑頭から同様に線がつきます。こっちは予兆が分かりやすくて、線がついたところからノックバックが来ます。中央に近づいて対処しましょう。サンダーフロストテンペスト、全体攻撃です。ツインヘッドテラー、この詠唱している時のボスの頭の位置から直線範囲攻撃が来ます。ボスの頭の正面に立たないようにしましょう。頭の位置がこういう場合もあります。次元呪詛、自分の左右どっちかにエフェクトがつきます。頭上のカウントダウンが0になったところで、そのエフェクトからノックバックされます。と同時にボスがフィールド中央から円範囲かノクバを仕掛けてくるので、飛ばされた後にしかるべき動きをしましょう。ノクバから円範囲の発動までの時間がめちゃくちゃ短いので注意しましょう。召喚、フィールドに雷の玉が発生します。続いてボスが水の円範囲と雷の円範囲を放ちます。まず普通にこの円範囲を避けましょう。で、それに加えてこの円範囲攻撃にぶつかったフィールド上の同じ属性の玉も爆発します。なので、ボスが吐いた色とフィールド上の玉の色が異なっている部分で立つ必要があります。この後の全体攻撃で残ってる弾も爆発するので、その弾からも離れておきましょう。再び同じ攻撃が来ます。リングブレイズ、フィールド上に小円範囲攻撃後、そこからドーナツ範囲攻撃が来ます。最初の円範囲着弾後、そこに入り込む形で回避しましょう。再び一定時間後に吹き飛ばされるデバフがつきます。そして先ほどと同じ攻撃が来ます。必ず吹き飛ばされる対面のうちどっちか1箇所だけアンチになるので、同じ要領でアンチを特定しましょう。魔法陣展開。急にびっくりしますが、ただの演出です。結局足元の鋳型の AOE だけ気にして避ければ OK です。以降は気質ギミックです。ちなみに最終盤でこのようなメッセージが表示されて、両方殴れるようになるので見落とさないようにしましょう。1ボスの解説は以上です。続いて2ボス、ソードダンサー、ソードストーム、全体攻撃です。スローイングソード、剣が何本かフィールドに放たれます。この後継続的に弧を描くように範囲攻撃が発生します。常に避け続けましょう。ミスティックソード、剣一本に線がついて、その移動先からもともと剣があった方側に反面攻撃が来ます。言い換えると、描いた弧が元に戻るような感じで反面範囲攻撃が来ます。後々たくさん来るので、今のうちにこの挙動に慣れておきましょう。アンシーズサイクロソード、円が発生します。円の近くに剣が外を向きながら回転してますね。この場合、剣の外側が潰れるので中に避難します。要するに剣先じゃない方がアンチです。
別パターンはこちら。どうであれ剣先じゃない方がアンチです。ソードダンス連続全体攻撃です。床につく剣の後に注目して最後についた後の外周で待機しましょう。剣の跡がついた順に直線範囲が発動するので、1つ目の直線が発動したらその跡地に駆け込みましょう。リーピングステップ、フィールドに4つの剣が出現し、ボスが4つの剣に順次飛び移ります。この飛び移った順に後ほど剣からノックバックが来ます。外周にはみ出ると即死なので結構事故りやすいです。やばいと思ったらアムレン剣術までノックバーを無効化しましょう。最後に剣先から直線範囲が来るので避けましょう。スローイングソード、見たまんまの複合攻撃です。見たまんま避けましょう。ミスティックソードの複合が厄介ですが、あんま難しいこと考えず、ボスを正面に見て線がついてる側はダメって考えれば OK です。続いて見たまんまの複合攻撃です。2つの円それぞれ内側アンチか外側アンチか1つずつ確認して、正しいアンチに動いた後、最後にマップを縦断する剣先の向きを確認して体をずらします。続いてこれも既存ギミックの複合です。さっきと同じ後からの直線範囲に加えて、最後に剣先の直線範囲と複合します。これで複合要素としても出尽くして以降は繰り返しです。2ボスの解説は以上です。続いて3ボス、ネクロフォビア、フレアレイン、全体攻撃後さらに全体攻撃が4回きます。総ダメージ結構痛いのでケアしっかりしましょう。エンシェントブリザがボス足元からの十字範囲です。エンシェントファイがボス足元からの円範囲です。コープスマングラー、タンクへの強攻撃です。雑魚が4匹出現し、火の魔力を注入されます。さっきファイガは円範囲だったので、要するにこの雑魚から後ほど円範囲が発動します。配置についてから詠唱が始まります。ちなみにボスもファイガを詠唱しているので、ボスからも雑魚からも思いっきり離れて回避しましょう。続いて氷、つまり十字範囲も混ざります。おそらくここは炎3、氷1で固定です。まずボス足元に待機して氷が注入された雑魚の行き先を見失わないようにしましょう。で、ボスが炎か氷の魔法を詠唱し始めます。ここは順不動なので注意。今回は炎の魔法でした。炎の魔法だったら何も考えず氷の雑魚近くに行けば OK です。終わったらすぐボス足元近くに戻ります。続いて氷の詠唱、氷の雑魚とボス計2箇所から十字範囲攻撃が来ます。十字って何起点で十字やねんって思うかもしれませんが、ボスや雑魚の向き基準で十字に来ます。ご丁寧にボスも雑魚も向きが水平になってますね。なのでカメラもご覧の通り、ボスや雑魚の向きに対して水平にしておくことで、ちゃんと十字範囲攻撃が画面上も十字に飛ぶようにカメラ調整しておくと分かりやすいです。真空波、ボス前方半面範囲攻撃です。
お察しの通り顔からの直線範囲攻撃です。続いて真空波と複合するので見たまま回避します。ダークストリーム、直線範囲攻撃からその直線が割れるように左右に広がっていきます。予兆が発動したらその跡地に入るように移動します。エンシェントサンダがボスから罰時に扇範囲攻撃です。続いて氷と雷が注入されます。マグ連動ダークストリーム、ここがとても分かりにくい。パッと見さっきと同じく氷の雑魚2体とボスから十字範囲が来そうですが、そうではなく十字範囲が来るのは氷の雑魚2体だけで、ボスは今もうすでに見えてる直線 AOE しかやってきません。さっきはマグ連動ブリザガーという技名で、今回はマグ連動ダークストリームという技名でした。ブリザガーとかダークストリームって言ってる部分がボス本体の攻撃を指しているので、今回はダークストリーム、左右に広がる直線範囲がボスからは来るということです。対処方法としては、まずは氷の雑魚2体の位置だけ気にして、その直線上に入らないようにアンチに駆け込みます。で、ボスからの直線範囲はさっきと同じく左右に広がっていくので、発動した跡地に駆け込めば OK です。続いて雷の発動。ボスからは先ほどと同じく左右に広がる直線範囲が来ます。一方で雑魚からは罰時に扇範囲が来ますが、ここも罰時が何基準やねんっていうのが分かりにくい。2体の雑魚から垂直に線を伸ばした交点がアンチっていうのが分かりやすいかも。以降はギミックの要素としては全部同じなんですが、ややこしい点があるのでそこをご紹介。今回は雷と炎が注入されました。マグ連動サンダガ。今回はサンダガなので雑魚2体からだけではなくボスからも罰時範囲が来ます。で、結局範囲はどうなるんだっていうとこうなります。アンチがめちゃくちゃわかりにくい。今回私はビビって遠くに離れてしまいましたが、雷の雑魚2体がどういう配置だったとしてもボス足元にアンチができそうなので、マグ連動サンダガの時はボス足元にいて AOE が出てからフィジカルで避けた方が安定しそうです。炎の方は今まで通りです。以降は気質ギミックです。3ボスの解説は以上です。最後に4ボス、インデックス。私が見知らぬ人とペアで初めて挑んだ時の映像をどうぞ。ご覧の通りしれっとボス足元に穴があるので突っ込みすぎないように注意しましょう。フレア、全体攻撃です。封印されし武器、弓か盾ごとが光ります。今回は弓。弓の場合は外周出っ張りが潰れるので内周に待機しましょう。ただ外周出っ張りとはいえ割と内側の床にもはみ出るので調子に乗らないようにしましょう。続いて盾ごとが光ります。お察しの通り内周が潰れるので外周に避難します。これもちょっとはみ出てるので調子に乗らないようにしましょう。元素制御、全体攻撃とともにフィールドが3種類の属性に区切られます。さらによく見ると雷の線が発生しています。で、この線が時計回りに回転していって同じ色のアイコンと接触した時にその色の床にダメージが発生するということです。なので雷の線が出てきたらもうその時点で雷の床に乗らないようにしておきましょう。元素展開、ボスから元素がリング状に広がります。で、やっぱりこれも外周のアイコンと接触した時にその色の床にダメージが発生します。見た目は派手ですが対処方法はシンプルで、とりあえずどこでもいいんですが、例えば氷の床に乗ると決めておきます。そしたら氷の床に乗ってボスからやってくる線は氷以外全部無視。氷が来た時だけ外周のアイコンに到達する直前に隣の床にちょんと避難します。着弾したら戻ります。これを繰り返せば OK です。
元素統合、全体攻撃とともにフィールドが元に戻ります。飛翔命令、外周3箇所に剣が刺さってそこからノクバ予兆が発生します。さらにボスが弓か盾ごとを使おうとしてきます。今回は弓なのでノクバ先が内周になれば OK です。というわけでこのように立ちましょう。ちなみに盾ごとだったらノクバ先が外周になるようちょっと怖いんですが、このように立ちましょう。召喚、外周に現れる3匹のボムを多分ボスに近づく前に倒しきる必要があります。その間の AOE は適当に避けましょう。全地の炎、時間差で何人かを対象とした遠範囲攻撃です。3回して対処しましょう。予言、円範囲2つとドーナツ範囲1つのエフェクトが発生します。難しいこと考えずにドーナツ範囲予兆がつながっているエフェクトの足元に集合しましょう。直後に弓か盾ごとが来るので同様に処理しましょう。連続魔、次の攻撃が2回連続になります。フレア、これが2回連続になります。火ダメ像とかついてると普通に DPS ヒラは落ちるので注意しましょう。以降は気質ギミックですが、ひたすら攻撃が連続で来るだけです。イメトレも兼ねて再生します。ここ線が時計回りにしか回らないことを知っとかないと、線が回り始めてから一発目の着弾までの猶予時間が短くて焦るので注意しましょう。以降は攻撃の濃度含めて同じなので割愛します。解説は以上です。今後もファイナルファンタジー14の攻略動画をお届けしますので、お役に立ちましたらチャンネル登録お願いします。動画化の速報は X で行います。そちらもフォロー何卒頑張ってください。